七人の木こり。小俣川から十津川越えをする際、アリの声と呼ばれる難所があった。そこには正木谷という谷があり、いつの時代からそこに立っていたのか、もみの大木が立っていた。樹齢数百年にも及ぶこの大木には、いつしか悪霊が宿り、旅人を惑わし、時には危害を加えることもあったという。困り果てた村の人々は幾度となくその霊木について話し合い、ついにはその霊木を切り倒すこととなった。そこで村の人々は屈強な7人の若者を選び、炊事係を一人雇って、正木谷に小屋を建て、そのもみの大木を切り倒すために準備を進めた。炊事係の男はどちらかといえばひ弱な男であったが、信心深くお人よしで、仏の次郎作と呼ばれていた男だった。正木谷のもみの大木は王者の風格をたたえ、天に向かいそびえ立ち、地に大きな影を落として人を寄せつけぬ雰囲気を漂わせていった。しかし屈強な若者たちはひるむことなく霊木の切り倒しにかかった。幾重にも重なった年輪に斧を食い込ませ、木っ端は辺り一面に散乱した。その日若者たちは半分ほどの仕事を終わらせ、小屋に戻り、次郎作の作った夕飯を食べると、一日の疲れもあって、皆ぐっすりと眠った。翌朝、さあ仕事に取り掛かろうと、もみの大木を見た若者たちは驚愕した。幹には斧を入れた切り口が跡形もなく、もみの大木は元の悠然とした姿でそびえ立っている。確かに悪霊の仕業である。しかし屈強な若者たちは気合を入れ直し、またもみの大木を切り倒すべく仕事に取り掛かった。だがその次の日も同じであった。何も変わらない姿でもみの大木はそびえ立っていた。たまりかねた若者たちは夜の間、交代で大木の見張りをすることにした。火の落ちた谷の中では、もみの大木が空を覆い、闇の中にさらに暗い闇を落とし、木々のざわめく音だけが響いている。そして草木も眠る牛蜜時、何か動く影を見た。それは白装束をまとった数人の小人であった。小人たちはもみの木っ端を拾い集め、斧で切り裂けられた幹にせっせと詰め込んでいる。驚いた見張りの若者が仲間を呼ぼうとすると、小人たちはそれに気づいて闇の中に消えていった。そうして朝が来ると、若者たちはまた仕事に取り掛かった。いつもにも増し精を出し、斧を力いっぱい振り、幹に食い込ませ、飛び散った木っ端は
辺り一面を覆っていた。そして若者たちはその木っ端をかき集め火をつけた。木っ端は残らず燃やし尽くされたのである。その日若者たちは力いっぱい斧を振った疲れと仕事をやり終えることができるという安心感からぐっすりと眠った。夜はしんしんと更けてゆき、谷が深い闇に包まれたとき、小屋の戸板が音もなく開けられた。そうして数人の小人たちが入ってきて、ぶつぶつと呪文を唱え、一人の若者の枕を返した。そして一人一人と若者たちの枕を返していく。最後の一人、次郎作の枕元に来たとき、こいつは仏の次郎作だ。助けてやろう。とつぶやいて、また闇の中に消えていった。翌朝次郎作は皆を起こしたが、若者たち7人は皆死んでいたという。この伝説は火の精霊を犯す人間どもに対する戒めである。